皆さん、こんにちは。優しい日本語ポッドキャストへようこそ。私はこの番組のパーソナリティ、アンです。日本語の先生をしています。リスナーの皆さんが楽しく日本語を学べるようにお手伝いしますね。こんにちは。僕は日本語を勉強中の翔です。このポッドキャストでは、アン先生にいろいろなことを優しく教えてもらいます。リスナーの皆さんと一緒に楽しく日本語を勉強していきたいと思います。このポッドキャストは、日本語を勉強している初めての人や、優しい日本語で話したい人のための番組です。日常の言葉を使って、ゆっくりわかりやすく話していきます。日本語って難しいなと思っている人も大丈夫です。この番組を聞けば、わかった、話せたって嬉しくなりますよ。さて、今日のテーマは自己紹介です。皆さんは日本語で自己紹介できますか？こんにちは、翔ですくらいしか言えないかもしれません。それでもいいスタートですね。でも、もう少し言えると会話が広がってお友達も増えますよ。確かに自己紹介ができると新しい出会いも怖くないですよね。その通りです。では今日はすぐに使える自己紹介のフレーズを一緒に勉強していきましょう。まず、自己紹介で一番大事なのは名前です。例えば、こう言います。はじめまして、アンです。どうぞよろしくお願いします。聞いたことあります。はじめましては最初に会った時に言うんですよね。そうです。そして、どうぞよろしくお願いしますは、これからよろしくねという挨拶です。なるほど。じゃあ僕もやってみますね。はじめまして、翔です。どうぞよろしくお願いします。いいですね。上手です。次に、どこから来ましたか？という話です。日本語では出身と言います。例えば、アメリカのカリフォルニアから来ました。これは言えそうです。ベトナムのハノイから来ました。とか。はい、バッチリです。何々の何々から来ましたは、出身を言うときにとても使いやすいですよ。日本の東京から来ました。もう OK ですね。もちろんです。次は、何をしていますか？です。例えば、会社員です。大学生です。など。じゃあ僕は学生です。ですね。はい。私は学生です。も丁寧でいいですね。私は日本語の学校に通っています。もう OK ですか？とてもいいですね。通っていますは、今、言っているという意味です。次は、好きなことを言ってみましょう。好きなものや好きな趣味は会話が広がるポイントです。例えば、サッカーが好きです。料理が好きです。など。僕は
アニメが好きですかな。好きですって便利ですね。はい。何々が好きですって何でも言えますよ。じゃあ、もう少し言ってみます。音楽が好きです。特にアニメソングが好きです。とてもいいです。特にはスペシャルという意味ですよ。自己紹介を全部まとめて言ってみましょう。例えば、こんな風に言えます。はじめまして、アンです。日本の東京から来ました。日本語の教師です。読書と旅行が好きです。どうぞよろしくお願いします。わあ、いいですね。じゃあ僕もやってみます。はじめまして、ショーです。アメリカのカリフォルニアから来ました。学生です。アニメとラーメンが好きです。どうぞよろしくお願いします。とても上手です。リスナーの皆さんも自分の自己紹介を作ってみてくださいね。さあ、お待ちかねのミニコーナーです。リスナーの皆さん、耳を澄まして聞いてくださいね。僕がちょっと間違った日本語を言いますから、あれ？おかしいな。と思ったらメモしてくださいね。そして、どこが間違っているか、一緒に考えていきましょう。僕の国はアメリカに住んでいました。リスナーの皆さん、これは少し変な言い方ですね。どこが違うでしょうか？え、違いますか？住んでたから住んでいましたかなって。なるほど。でも、この文の場合、僕はアメリカに住んでいました。いや、僕はアメリカから来ました。の方が自然ですね。ああ、どこの国に住んでいましたか？の答えなら、僕の住んでいた国はアメリカです。でいいけど、自己紹介の文なら、アメリカから来ましたの方がいいんですね。そうなんです。何々から来ましたは、自己紹介でよく使うフレーズです。リスナーの皆さんは、わかりましたか？間違えても大丈夫。でも、間違いを知ることが大切ですね。それが一番ですね。では、次は、リスナーあるあるのコーナーに行きましょう。このコーナーでは、日本語を勉強しているリスナーさんからのこんなことがありましたというエピソードを紹介します。それ僕もある。とか、わかる。って言いたくなるエピソード、いっぱいありますよね。今日はタイのリスナー、メイさんからのお便りです。日本で私は田中さんが好きですと言ったら、みんながとびっくりしました。私はいい人だと思うくらいのつもりで言ったのに、それから好きっていうのが怖くなりました。ああ、これは日本語の好きあるあるですよね。そうなんです。何々さんが好きですは、時には恋人として好きという意味になります。確かに、いい人ですねや優しいですねという方が安全かも。そうですね。もちろん好きですと言ってもいいですが、タイミングや表情で伝え方が変わります。日本語って
気持ちの言い方が難しいけど、面白いですね。リスナーの皆さん、自分だけじゃないんだと思って少しほっとできたのではないでしょうか。本当に、こういう小さな間違いも覚えれば全部宝物になりますよね。これからも皆さんのエピソードどしどしお待ちしています。こんな話していいのって思っても大丈夫です。気軽に送ってくださいね。次はリスナーからの質問のコーナーです。日本語を勉強していると、これってどういう意味？なんでこうなるの？と、いろんな疑問が出てきますよね。では、早速一つ目の質問、いきましょう。日本人の友達は、ゆうかさん、はなちゃん、けんじくんって使い分けています。どういう時にどれを使えばいいですか？ああ、これは難しい。僕、しょうちゃんって呼ばれて、ちょっとびっくりしたことあります。はい。日本語では名前の後にさん、くん、ちゃんなどをつけることが多いです。これを敬語の呼び方と言います。まず、さんは一番よく使う丁寧な呼び方です。男の人にも女の人にも使えます。例えば、あんさん、しょうさんなど。くんは大抵男の子に使うちょっとカジュアルな呼び方です。学校や会社で年下の男の人に使います。ちゃんはかわいい感じですよね。はい。ちゃんは子供や仲良しの友達、女の子などに使います。えみちゃん、はなちゃんなどですね。わあ、結構使い分けがあるんですね。でも間違えても大丈夫。ニコニコしていればみんなわかってくれますよ。リスナーの皆さん、素敵な質問ありがとうございました。これからもどんどん質問くださいね。では、まとめに行きましょう。今日のテーマをもう一度簡単に振り返りますよ。テーマは自己紹介でしたね。これ本当に大事だなって思いました。その通りです。自己紹介ができると新しい出会いが増えますし、安心して会話を始めることができます。じゃあ今日のおさらいポイント言ってみましょう。1、はじめまして。名前。よろしくお願いしますが、自己紹介の基本です。2、出身や住んでいるところを言うと、会話が広がります。3、仕事や勉強、好きなこと、趣味も優しい言葉で紹介しましょう。日本語を勉強しています。まだ上手じゃありません、など、今の自分のことを正直に伝えるのがポイントです。4、最後は、どうぞよろしくお願いしますって丁寧に終わりましょう。自己紹介ってシンプルに見えていろんな表現があるんですね。そうですね。でも間違えても大丈夫です。間違えながら
だんだん上手になっていきましょう。リスナーの皆さんも今日のフレーズを使って自分の自己紹介を作ってみてくださいね。そしてよかったら自己紹介をコメントしてくださいね。お待ちしています。あ、それいいですね。僕も読んでみたい。今日も優しい日本語ポッドキャストを聞いてくださってありがとうございました。皆さんの感想や自己紹介、こんな風に言ってみたよというメッセージも大歓迎です。よかったよとか、ここ難しかったとか、一言コメントでも OK です。皆さんの日本語学習がもっと楽しくなりますように。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。では、またね。